では実践パートに移っていきます。今回から録画で解説させてください。本当は実際に対戦しながらその場でザクザク解説していきたかったんですけど、1、パソコンのスペック上ちょっとカクカクすぎて実況どころじゃないってところ。2、で、相手の手配を見ることができるので学習になりやすい。ついでに相手のジャンシュの名前も事前に隠せる。で、3、投稿頻度の関係上ちょっと取り留めできるのが楽というやんごとなき理由により、今回から録画解説をさせてください。ジャンタマアプリの使用感自体は前回の動画でお伝えできたかなとも思いますしね。決して楽したいわけじゃないですからね。ということで、実況していきましょう。まずは前回同様、ザクザク字から蹴っていきますね。この辺の進め方は前回と変わりませんので、どんどん進めていっちゃいます。一回間違えて先に1じゃなくて孤立の端っこである9層を切っちゃったんですけど、ここでステップ2の孤立配除去の2万を切っていきましょう。3万は4万と5万がすでにあって使えますし、1の万図引いてもこっから全然嬉しい形にならないので、ここは2の万図引いちゃいます。はい、ここで6巡目で2の想像を引いたので、真ん中の牌ですけど最後の孤立である6のピンズを切っちゃいましょう。ここから頭が3カードにならない限り、頭は捨てていく第3ステップに入っていきます。もうここまではただの復習ですね。ということで8巡目、9のマンズ引きました。これでペアではなく階段が欲しいので8を切って4、5、6のマンズと7、8、9のマンズの階段2個の形で確定させちゃいます。で、9巡目ですね。自分はあと2のピンズか1と4のピンズ、3のソーズか東を引けばリーチまでいける状態ですが、ついに左の人からリーチが入りました。こっから今回の講義内容に沿っていきましょう。私の判断に基づいたものも多いので、皆さんも少しずつ考えながら進めていきましょう。で、一番最初リーチ受けた後に3のマンズ引きましたね。この時点で相手から絶対に論と言われない牌の候補が9のマンズのみ。両面に当たる可能性のない筋の老僧が捨ててある3のソーズとリーチの時に捨てられた4ピンの筋である1のピンズだけですかね。今回は幸いなことに4、5、6と7、8、9の階段の形を崩さずに9のマンズを切っても3、4、5と6、7、8の階段にすり替えが可能っぽいので、今回はこの9のマンズを切っていきましょう。で、次に引いたのが7のピンズですね。3のソーズ切ってもいいんですけど、3のソーズよりも7のピンズの方がいらないですね。で、これまた幸いなことに7のピンズも4のピンズの筋になっているので、自分の手の都合上7のピンズから今回は私は切りました。はい、ここで関係ない9のピンズ引きましたね。これ端っこではあるんですけど、全然現物にも筋にもなってない牌です。で、ここらが潮時ですかね。フォルトしていきましょう。そういうことで、現物は完全に降りるとき、筋は粘るときに切っていくっていうのがいいです。筋は完全に安全な範囲ではないので、論されても怒らないようにしましょうね。で、リーチの過程で捨てられた範囲の中に7のマンズが増えてますね。当然7のマンズが上がり範囲だった場合は、ツモと宣言されているはずですし、捨てられているということは、フリテンルールにのっとって論と言えなくなっているので、7のマンズから切っていきます。はい、次の順目です。さて、リーチしている人の現物っていうのはもうなくなってしまいました。ただ、それ以外の人が切っても論と言われていない5万と8万がありますね。で、これプレゼンで言い損ねたんですけど、リーチと言った後に自分の上がり牌が出ても論ともし言わなかった時、そのリーチ者は不利点扱いとなってしまうんですよね。だから、もし他の人が捨ててても、論と言われなかった牌に関しては現物と同じ扱いで構いません。よって、ここは5のマンズを切っていきましょう。で、次は8万ですね。っていう風に、この実況の時点では思ってたんですけど、私ミスって筋の3層切っちゃってます。これでもし論って言われたらバカらしいので、この動画を見ている良い子の皆さんはちゃんと8万切ってください。こう言って相手の増えていく現物と他の人が切った牌、筋の牌を駆使して相手のリーチっていうのに対してガードしていきましょう。で、今回はこのまま曲が進んでいってですね、リーチしている左の人が上がることなく、これで流局という形になりました。はい、親が上がれる手で山がなくなって流局となったため、もう一回東の1でスタートです。まずは例のごとく地から切っていきます。で、サクサクサクっと進めていって、
今回は早めに二順で字を切り切ったので、次は端っこの孤立を切っていきます。まずは1のマンズから。次は9のマンズ切っていきましょうかね。はい、9のマンズ切って、ようやく8のソーズ引けました。で、頭がなさそうだったので助かりましたね。ここで真ん中の孤立である7のピンズにも手をかけていきましょう。さて、ここで2のマンズを引いたことで真ん中の4万にくっついたので、仲間外れは一見いなそうです。ここでいらない孤立牌はなくなったと言いたいところなんですけど、8のソーズを頭として見たときに、ここのソーズの形が1、2、4の形になっていて、1のソーズいらなくなっているので1のソーズから切っていきます。これ、前回の動画のところでも説明してるんで、ちょっともう一回見直してみてください。で、この過程でポンとかされてますけど、これもまた前回と一緒で気にせず行くパターンで行かせてください。はい、ここで3のマンズをきれいに引けたので、1の3のピンズか2と4のソーズのどっちかを切っていくターンになりました。前回は頭が多かった場合、頭を落とすっていう感じだったんですけど、今回は頭一つで、ちょっと階段の形が多くなっちゃってるので、1、3のピンズか2、4のソーズの階段の可能性のあるところをどっちか切っていくっていうフェーズですね。で、この間にめっちゃポンチ言ってた右の人が上がりましたね。ポンチはまだ教えてませんし、ポンチを使っている人はリーチと言えなくなって、いつ上がりになっているかはわからないので、基本的に無視でいきましょう。さあ、同じ要領で G 切っていきます。さあ、G と端っこを切り終えたところで7のピンズ引きましたね。今回はピンズが多めでどうなってるか一見よくわかりにくいです。こういう時は端っこから数えてどういう階段になってるか確認してみましょう。まず9のピンズから数えて7、8、9のピンズの階段。ここはできてそうですね。で、今回引いた7のピンズとすでにある5、6で、5、6、7のピンズの階段もできてそうです。そうすると残ったのは1、3、4、4、5のピンズですね。当然3、4、5のピンズも階段となっていそうなので、現状は4のマンズ、1のピンズ、4のピンズがそれぞれ孤立になっていて、1のソーズが頭の形になっているっぽいです。そうすると当然階段になりにくい1のピンズが一番いらないですね。形がわからないときは冷静に1個ずつ階段3カードに仕分けていきましょう。で、ここで6のピンズ引きましたね。もともと3、4、4、5の形のピンズで持っていたので、4、5、6という階段が完成してそうで、4のマンズ切ればリーチっぽいですね。で、こういう1種類のピンズだったりを多く持ってるときは形が本当にわかりにくいです。で、この形実は2と5のピンズだけでなく8のピンズも待ちになってますね。見方としてはこの図みたいな感じです。で、難しいときはこれまた一個一個形を分解してみてください。ただネットだと勝手に機械が待ち配を判断してくれるので楽です。ということでリーチしますよっていうところなんですけれども、なんと一発で8のピンズ引き当てられましたね。ラッキーです。さあ、サクサク同じ要領で進めていきますよ。前回の動画って結構実践編が長くなりすぎちゃったんで、今回はサクサク進めていこうかなって思ってます。はい。今回は自敗処理が4順だったので、次に端っこの孤立牌の処理をしていきましょう。はい。で、7順目にしてステップ2が終わったので、次は多すぎる頭の処理ですね。これがステップ3になります。今回は白が1枚すでに切れていそうなので、この何にも書いていない白を今回は頭落としという形にしていきたいと思います。さて、白切り終わった10順目なんですけど、また頭切るの選択問題になっちゃいました。で、これは答えわからないので勘でいっちゃってもいいかなと思います。で、私はこれそのまま3のマンズを切ることにいたしました。すると、ウーソを引いて3、4、5のソーズの階段の形が完成という形になります。ここで頭か階段か、6、7、7のマンズか、7、7、8のソーズで選ばないといけないっぽいです。これは6のマンズか8のソーズを切って、7のソーズ、もしくは7のマンズで頭を確定するようなフェーズになるんですけれども、これまた勘で構いません。ただ今回私としては5のマンズが直前で2枚切れてて気持ち悪いので、6のマンズを切って7のマンズを頭に確定させちゃいたいと思います。あとはお好みの牌を引くか誰かからリーチが
入るまで考えることはないっていうような状態になりますね。で、ここで、なんと2巡後、7のソーズが3カードになりました。さっき7のソーズ切ってたら3カードになってなかったので、選択大成功っていうことでリーチができますね。で、進んでったんですけど、なんと右の人に押し切られてしまいました。ポンチしてた人ですね。こればっかりはわからないですし、4と6を持ってる5のソーズ待ちで、ちょっと、私の方がいい待ちだったかなって感じはしたんですが、気にせず、次に行きましょう。さあ、東の3曲です。もう説明せずザクザクステップに分けていきます。もうステップ1、2は飛ばしちゃっていいかなっていう感じがするんですけど、はい、ここで6巡目の選択ですね。ここ形がよくわからないので、1、4、7のどれか切れば、3カード以外のロスはなさそうです。本当は端っこの1か9ピン切ればよかったんですが、なんかちょっといいピンなんかすごい光ってたんで、ちょっとなぜか4のピンズをここでは切ってしまいました。で、皆さんは好きな数字、ピンズの中から切ってくださいね。っていう風に言ってる間に左の人からリーチ入りましたね。今回は引いた2のソーズ、もう現物にも筋にもなっていないので、今回は前回みたいに筋で粘ることなく素直に降りていきたいなと思います。では今回、相手の捨て牌の中で唯一現物の5のピンズから切っていきます。で、ここで5のピンズ以外、現物が何もなくなってしまったので、しぶしぶ、両ピン、2のピンズを5のピンズの筋で切っていきましょう。さて3巡目、現物も筋もなくなってしまいましたね。ただ、私も手を崩したので、ここまで来たからには折り切りたいところです。こういう現物も筋もない時のメソッドなんですけど、これもまた前回のプレゼン動画の中で話してないんですが、ズバリ、直端っこを切っていきましょう。前回の動画プレゼンパートの最後で言ったことを覚えていますでしょうか？端っこ、真ん中の数字の順で階段や3カードになる可能性が高いので、真ん中を意識して残してくださいとお伝えいたしました。すなわち相手も端っこ真ん中の牌の順番でリーチで待っている可能性が高いということです。よって3カードか頭以外に当たらない字は論と言われる可能性が低いってことになるんですよね。で、迷った時は皆さんも直端っこを切って当たらないことを祈りましょう。その過程でポン白されてるんですけど、引いてきた5のピンズは現物なのでそのまま捨てちゃいましょう。で、この間に他の人が9のピンズ切ってますね。で、9のピンズ切っていて論と言われていないのでこれを切っちゃいましょう。で、もしさっき一巡白とかで防げると、その後に現物や筋、他の人が切った牌が増えていくこともあるので、根気強く守っていきましょう。さあ、結果前の人がリーチをかいくぐって上がってますね。さあ、進めながら違うことを話しますね。守備をしていると、自分の手が悪くても、自分の点数を減らさずにパスできる可能性っていうのも出てくるので、一概に守備は自利品というわけじゃないのがいいところですね。4人で対戦している麻雀だからこその選択かなと思います。こうして守ってばかりでは楽しくなかったかもしれませんが、結果あと1回を残して私が相対的に一番点数を持っている状態で最後の局に突入してます。にもかかわらず、ステップ1の自敗処理の段階でリーチ入っちゃいましたね。これはべったり降りていきましょう。幸いなことに3万とチーソーで3巡しのげそうです。この3枚を切ってる間に他の人が切ったものや親の現物の筋が増えるのを待ちましょう。さて、3巡過ぎて9万も切れるようになっているのでこれでしのぎます。さあ、現物がなくなりました。筋も一見見当たりませんが、よくよく見てみると2と8のマンズが捨てられていて、5のマンズがいわゆる中筋になってます。よってここは5のマンズを切っていきます。2枚ありますしね。で、これ2枚切ってる間に白が切れるようになってますね。なんとここで緊急事態です。前の人からもリーチが入りました。これはいわゆる2件リーチというやつなんですが、これは一気に降りるのが難しくなります。まず、これまで左の人だけの現物と筋、それまでに他の人が切られた範囲だけを見てればよかったんですが、当然今リーチした人の前の町はそれらの情報がありません。こういう時は直近の情報から見ていきましょう。右の人に論と言われずに前の人が捨てた8のソーズと、今通った4のピンズは捨てられそうなので、その2枚から切っていきます。はい、その間に7万も切られましたね。こんな感じでだんだん現物が増えていく。
その分折りやすくなりますし、二人がやり合って終わってくれるというメリットも2件リーチにはあります。ただ今回は前の親の人にまくられちゃいましたね。しかも親なので高い。一気に1位になり終了しましたが、守ってたおかげで2着は持ち帰れました。ロンされてたら最悪4着まである対局だったので、これで守備の必要性を分かっていただけたかなと存じます。同じ要領で次のパートに行ってみましょう。